どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。先週に引き続きですね、タイ現地に行って、その動態ですね、EV トレンドということで、前回はですね、タイ全体の俯瞰をさせていただきました。しかしながらですね、第2回目は日本の試練ということで、日本の今後 EV トレンドが進んでいくとどうなるのか、そしてタイ現地が待つですね、ジレンマについて深掘りをしていきたいと思います。ただ、1回目見てない方はですね、ぜひ1回目見ていただきたいんですが、そんな時間もないということで、前回のおさらいをさせていただきたいと思います。まず、競合俯瞰ということで、中国企業怒涛の進撃がございましたね。アマタシティのライオン工業団地、そういったどでかい工業団地があります。ここはですね、約7万7千人ぐらいが働いているという一大工業地帯になっているわけですが、このように中国企業が非常に多くなってきていると。今まで日系がメイン企業であったが逆転しましたと。中国企業は怒涛のタイ市場参入の前段階でございます。要するに今、工場をいっぱい作ってですね、この EV をバカバカ売っていこうと。そして、日本のですね OEM の競合になる BYD という中国の自動車メーカー、プラグインハイブリッドですとかバッテリー EV を多く作っている企業でございますが、その工場の総面積は63万平米と非常にどでかいと。 BYD の関連企業もこのように続々進出してきておりまして、これは BYD 今建設中の建屋になっております。その他にもこういう風にですね、もう看板がありまして、これだけ連れてきておりますと。建設中ではございますが、24年ですね、来年の3月末にはサンプル1台目を製造出荷していこうじゃないかということですね。24年の生産規模は15万台でございますので、これタイの市場がですね、2022年実績ベースでいくと84万台ぐらいになりますので、約 20% の EV の販売を目指すことの裏付けであろうと。25年はそこに飽き足らずですね、ピックアップ、タイといえばですね、ピックアップが非常に走ってるわけですね。いすゞのピックアップのトラックが一番売れるとかですね、そういった自動車動態というか自動車環境になっておりますので、ここも狙っていこうと。そして BYD の担当者がある企業に訪問してですね、このような発言を残していると。非常にですね、日系は手強い相手ですが、5年から10年後は我々中国車がメイン車種になっているであろうというような挑戦的な発言ですね。ニアリーイコールですね、日本自動車メーカーを覚悟しておけという宣戦布告をしてきているわけですね。さらにですね、EV というものは直接材、要するに我々が直接使ってるようなものですね。例えばここにあるマウスなんかも直接材でございますが、このマウスを作るために使われている装置ですとか工場の備品関係は間接材というわけでございますが、間接材の一大展示会がタイであったんですね。そこにもやっぱり中国の職種が伸びると。1150社ぐらいですね、展示されているわけでございます。そのうちの496社が中華系と。中華系と記載があるのはファーウィンですとかデルタですとか台湾系もいるわけですね。ここに赤く囲ったところが全て中国系と。約 40% を占めるわけですね。つまるところ、これ何を意図しているかというと、タイは中国のですね、メインターゲットになっていると。中国勢の感度が高くなっていることは間違いないだろうと。工場で使われるようなロボットですね。2020年もしくは19年の実績、20年だったと思います。21年ですね、日系の投資がですね、例えばホンダの計画がペンディングになっている中、自動車計画がペンディングになるとですね、設備が動かないわけですね。設備が動かないとロボットが売れないわけで、ロボット需要が減退しているというように思われるかもしれませんが、実は日本の PJ が止まっているにもかかわらず伸長していると。つまるところ、中華系の投資が濃厚であろうと。日本の自動車 PJ が全部止まってて金型数も減ってるわけですから、ロボットも工場にバカバカ入れていると。体系 SIR において EV 関連の設備に対する投資が22年7月頃から爆増していると。これはですね、三角さんの売り上げを私見せていただいたんですが、 EV 関連が非常に何倍と5倍以上に伸長していると。しかしながらですね、日系の装置メーカーは一部を除いて下落している。例えばキーエンス、三角を除いて他の三菱電機、 THK、 SMC、 さらにはオムロンが一番下落してるわけですね。オムロンは厳しいですね。先日オムロンの知り合いの人と話してたわけですけども、キーエンスにバカバカ市場を取られてると。しかもオムロンさんですね、新しい PLC を出してるとか新しい制御機器を出してるんですけども、前モデルと全然互換がないものを出してきてるわけですね。キーエン
エンスはですね、互換性があるものを必ず出すわけですから、一からまたオムロン製品を覚えないといけないと、わけわからん企画になってる。売る気あんのかオムロンということで、やることなすことをほぼ空回りしてるように僕は思えてならないと。タイでも同じようにですね、キーエンスは伸長してて、市場を取られてるオムロンなんかはですね、より一層下落幅が大きいと。しかしながら日系というものは日本人同士でゴルフもする、ナナプラザに行く、中華系には入っていかないというようなエコシステムが回ってるわけでございますので、下落の一途をたどってるわけですね。装置関連も中華系にシェアを奪われている現実がこのロボットの動態から見て取れるわけですね。一方三角キーエンスなぜ伸びてるかというと、彼らゴリゴリやってるからですね。中華ドローとお構いなくですね、営業拡販をしていく姿勢が三角に行きましたけど、垣間見えたというわけでございます。中国 EV 企業はタイ市場をめがけ着実に推し進めている。これはですね、街の環境とかではなくて、実際の数字から取れる明らかな事実であると。では、タイの自動車市場どのような価格帯であるか。これもおさらいしていこうと。1バーツ約4円ぐらいで勘定いただければ大体の価格帯がわかるであろうと。ちなみにですが、タイのですね、初任給が7万円ぐらいになっております。価格帯によっては自動車が家の価格よりも高くなるような現象も見て取れるわけですね。リセールがいいから買うという側面もございますと。話を戻しまして、まずヤリスですね。約200万円ぐらいでございます。続いてシティというホンダのエントリーモデルですね。57万から74万バーツ。そしてハイラックスみたいなピックアップトラックは53万から120万バーツ。かなり幅があるわけですね。その他にはテスラは166万から206万バーツということで、約700万、800万という価格帯でございますので、かなり高価な車種になるのかなと。では、こういったテスラみたいな高級路線ではなくて、その他ですね、BYD が70万から85万バーツ、そしてネタですね、ここら辺が EV のエントリーモデルになってくるわけですが、60万バーツと、ほぼヤリスと変わらないような価格帯であろう。ドイツ車もということで、ベンツになると A クラスが200万バーツで、E クラスが300万、S クラスになると660万と。660万でございます。6、4、20、2500万円以上ということで、わけわかめな価格帯になってくると。エンジンの大きさによって価格も上がるわけですね。ただベンツも走っておりました。ここら辺が中国から輸入されてる EV でございます。日本車のエントリーモデルと遜色がほとんどない価格帯で攻め込まれてるわけですね。10年以上前の貿易協定で中国 EV 車は関税がないと。日本車は 20% ぐらい関税があるんですが、そのような協定からですね、中国車がもちろん中国の上海で作られてるテスラ車も関税なしで入ってきているわけでございます。何が言いたいかというとですね、価格的ボトルネックはないと言えるわけですね。そしてタイの助成金ということで BYD 等が対象になっていると。ジェトロにも載っております。工場に対してですよ。工場を実際に作っていくと、ここに対しても補助金を認可するというニュースが日韓タイビジネス社から情報出ておりましたね。1kW 時あたり400から800バーツなので1600円から2400円ぐらいですね。8GW 以上と以下で助成の価格が変わってくるわけですけども、これくらい助成されるよ。一方ですね、タイ政府はこれもジェトロからなんですが、25年まで約3年後ですね、22万5000台の生産、そして販売を目指しておりますので、BYD が目指している販売台数とがっちり合うと。22年の生産台数は190万台、うち輸出が約100万台ぐらいでございますので、輸出も検討してるのかなと思うわけですが、BYD は販売を15万台タイ市場でしていくと。ここをめがけて BYD は工場建設をしているわけですね。数年先めがけ着実に EV 製造を日本の一大拠点で引き上げを行ってくるわけでございます。では、タイの現在の売れ行きはどうなっているのか。街中でもちらほらと見かけることができるようになっておりますと。ただし、地方ですね。バンコク市内なんかだと EV を結構見るようになってるんですけども、地方の方にも僕行きました。そうするとですね、ほぼ電気自動車確認できておりませんと。一方、市外の話に戻しますと、こういう写真実際僕撮ってきました。バンコク市街地で BYD ですね、確認ができますと。1ヶ月どれくらい販売ができればヒット車になるかっていうと、約1万台で1位になるわけですね。2022年12月の販売1位が9878台。これがですね、いすゞの D-MAX というですね、ハイラックスみたいなものですね、ピックアップトラックになっていると。そして5位が1260台。これがトヨタのヤリスになっていると。一方ですね、今年の6月でございますが、EV のトップ10が出てます。一番格安 EV のネタ、約ですね、60万バーツでございますので、240万ぐらいですね。これが2203台とかなり検討していることが伺
えると。このようにですね、充電設備をだんだん拡充が進んできておりまして、ショッピングモールなんかは大電力を引き回しておりますので、女性をしてですね、5台から10台ぐらい充電できるような設備もバカバカできてますし、ガソリンスタンドに EV スタンドが実はあるんですね。ここにも補助金をつけてですね、EV を促進していこうと。電気代も自国に天然ガス油田がございますので、これを利用し、東京の約半分の価格帯になっていると。燃費としてもエコだよねと。お財布に優しいということですね。工場建設と並行して EV 環境も整いつつあるのがタイであろうと。このタイに対してボトルネックあるんですかっていうことですね。まず一つがですね、洪水ですよ。タイではよく起こってると。2011年の洪水は皆さん記憶に新しいですね。ホンダもサプライチェーンが寸断されまして、なぜ洪水が起こるかということでございますが、アユタヤですね。ここに工場地帯があるわけですね。100キロぐらい離れてるかなと。アユタヤとバンコク、標高差は2メートルだけなんですね。川から土砂が流れてですね、なだらかになってるわけですよ。水はけがクソ悪くてですね、EV が巻き込まれる可能性が大であろうと。洪水が起こればですね。しかし近年大規模な洪水が起こってませんので、これも EV 販売にポジティブになってるんじゃないかなと。もう一つはですね、リセールですよ。リセールがタイでは非常に重要になっておりますと。昔は山善さんに聞いたんですけども、3世代ローンがあったらしいということでございますね。福田さんご紹介いただきましてありがとうございましたと。話を戻しまして、このようなピックアップトラックですよ。僕の友人がですね、5年前に140万バーツ、約600万ぐらいで買ったもの、5年落ち20万キロ乗った自動車でも、日本でそんくらい乗ったらもう2足3本ですよ。10万ぐらいなのかなと思うかもしれません。どのくらいで売れるかというと、なんと60万バーツで売却が可能であったと。240万円ぐらいの価値がつくわけですね。だから皆さん初任給7万円であったとしてもですね、高くても購入する。つまりタイでは中古車市場の値段が売れ行きに大きく関連すると。しかしですね、EV は修理もなかなかしにくい。タイの有名な YouTuber がですね、EV テスラのバッテリー交換にものすごく金取られましたとか、暴露動画を出してるそうなんですね。なので、リセールが大切なタイ市民にとって受け入れられるか未知の領域は非常に大きいと。さらに、電池の劣化が現れるのは今後3、4年後だと言えると思います。電池の劣化とは何かと。皆さんね、充放電するじゃないですか。スマホなんかイメージいただければわかると思うんですが、電池の劣化状況なんか iPhone で見て取れるわけですね。過去に電池製造工程を解説しており、この時に取り上げてます。こんな感じで EV 車というものはですね、バッテリーセルがですね、いっぱい引き詰められてるわけですね。一つのモジュールとしてはこんなような感じでございます。これをですね、X レイ、カールツアイツのね、X レイっていうのはものすごく綺麗に見えるんですけども、電池の中身を透過できます。さらに大きくなると、このような物質がですね、ボツボツついてるものが重なり合ってるものをパッケージしたものが一つのセルなんですね。これが連結されてるのが EV の電池セルになっております。充放電前はこんな感じなんですが、充放電200サイクルすると固形物が見られなくなってるわけですね。要するに一つ一つの粒がですね、だんだん粉々になっていきまして、電池の機能を果たさなくなってしまうと。電池の交換が必要になる場合、高額な交換費用が発生すると。タイで売られてないんですけども、比較対象としてふさわしいか判断できないが、シボレーボルト EV という車種があるんですが、この電池の交換費用がですね、200万円程度と。めちゃめちゃ高いですよね。ピットぐらいの大きさの車ですよ。例えばこれが3、400万してですよ。5年ぐらい乗ってバッテリー交換しないといけないという風になった時ですよ。200万円かかりますと言われたら皆さんどうですかと。これはちょっと買うの難しいかなって思いますよね。逆に中古車価格で200万円つかないわけですから、その分150万ぐらい引かれて中古市場に流さないといけないみたいな話になるわけですよね。つまるところ、家レベルの買い物感でですね、EV ってどう判断されるかなって感じですね。しかし、燃費が安く農村部に行ってポケトークで聞いたんですけども、次は EV 検討するよっていう方も結構いらっしゃいましたと。航続距離が足らないと。例えば仕事で結構乗り回して1日400キロぐらい乗るので、そういった方には EV は全然向かないねみたいな方もいらっしゃいましたね。正直どう転ぶかわからないと。都市部の女性にはもう全く問題ないよっていうような意見もありました。知り合いの日本人に35年にタイ政府は EV100% を目指してるんですけどどうですかというアンケート取ったんですね。紹介させていただくと EV100% 絶対無理という意見が大半でございました。ちょっと紹介させていただきましょう。高い目標を掲げることは良いことだと思います。しかし国内需要と自動車生産会社の都合もあるため2035年はあまり現実的ではない目標だと思います。タイ国産のゼロエミッション EV 車開発は考えにくいのではないでしょうかという意見もあったりとか、地方には80から 100km
トル程度の速度で長時間走行する環境がまだまだ多くあると。回収できる回生エネルギー量にも限界があり、 ZEV よりも燃費の良い ICE の方が経済的かつ環境にも優しいということはないだろうか、みたいなご意見ですとか、夢物語を発表と言わさせていただきますみたいなね、結構ゴリった意見もありますね。タイ国内賃金の上昇率が2035年に電気自動車が買える人が何割できるのと逆に政府に聞きたいと。先進国の日本でもまず無理だと思います。アンケートご協力いただきましてありがとうございます。こういった日本人の意見もありますが、今後3、4年はどうなるかね、わからんと。実は太郎先生と対談してる時ですね、やらないっていうことはないと。日本がですね、EV という札が今切れない状況なんですね。EV 車は全く売っておりませんと。売ってないのかわかんないですけど、ランキングに入ってないってことはまあそういうことなんでしょうと。これは少しまずい状況ではないんでしょうかと。ここは僕もちょっと同意をさせていただくと。ここからは日本の工場事情、前回までこういった話をしたんですが、深くちょっと切り込んでいこうと。まずですね、結論から言わさせていただきます。日本はですね、タイ市場を失うわけには絶対にいかないわけですね。タイ市場めちゃくちゃ重要です。それを数字から見ていきましょう。タイという一大工業地区ですね。日本の製造業にとっての要所であると。要所でございます。日本現地で働いている方はそんなタイ現地の状況知らない方も多いかと思うんですが、めちゃくちゃ重要です。例えばトヨタのグループティア1ですね。日本のメガサプライヤーにも訪問してきましたと。日本サプライヤーの共通している点ですね。いろんなところ行ったんですけども、言えることはですね、タイ工場が東南アジアで最大級でございます。アイシン、デンソーというですね、トヨタグループ2大巨頭ですよ。この2社も ASEAN の中でタイにある工場が一番大きい、数も多いわけですね。こんな感じでタイで部品を作ります。それを日本にも輸出してるし、世界へも輸出しておりますと。タイの拠点数がまず非常に多いと。タイのサプライチェーンの既存ですね、もしタイ市場がなくなれば、日本の完成車組み立てに影響すると。10年以上前のですね、2011年のタイ洪水でも、まざまざと日本の工場止まりましたけども、見せつけられたなと。タイの工場は利益率が非常に高いんですね、実は。なので、切迫感が醸成されませんと。タイの利益を次の開発の原資に当てているため、なおさらこのタイを既存してしまうと、原資が当てれませんので、やばいと。タイは日本製造業のアキレス腱になっていると。単なる一拠点ではないんですね。出先機関ではないと。非常に重要ですと。S も多く、タイ政府も EV トレンドを意識してるんですよね。ちょっと話脱線するんですけど、EV というものは麻薬ですね。何か産業、新しい産業欲しいという時に、次 EV だってみんな触れるわけですけども、今、中国とタイって関税がゼロなので、中国から EV が入ってくると。そうすると、日本を優遇しとかないと、日本の工場でタイ人が働いてるわけですから、そこのお賃金が払えなくなるわけですね。もし部品を中国から輸入するっていうことになっちゃうと、タイ政府もタイ政府で困るんちゃうかなと思いますよ。話戻しまして、実際の工場の力量から見ていきたいと思ってますと。工場の生産性について前提条件が日本とタイで全く違いますので、まずはここをピン止めさせていただくと。日本の生産技術レベルは非常に高いことがわかると。じゃあタイの生産技術レベルはどうなってるか。ティア3以下になると部品がですね、こういった感じで整理整頓されておらず煩雑に置かれてるわけですね。組み立て指示書もございませんと。日本では指示書が当たり前だが、そんなものはございません。どうやって組み付けるのかなって現場に考えながらやってると。ああ、どこだろうみたいな。ああ、なるほど。担当者が独自に組み上げるため、生産性とか言われてもですね、生産性って何ですかみたいな。美味しいのそれみたいな感じですね。そういった生産性という概念を全く知らないわけですね。ティア2になってくると、使用書とか事項具の概念がやっと出てくると。いきます。ジグがあって効率的にものづくりができると。そうですね。迷わず1個できると。レゴブロックで模擬してるわけですね。次の部品が準備されてると組み立て楽だよねみたいな概念がやっとティア2で出てくると。自動機は自動化すればいいじゃんって思うかもしれませんが、人件費が安いので人を使った方がいいわけですよ。言い方良くないんですけど、人で組み上げた方がコストパフォーマンスがいいわけですね。こういったものがですね、ラシというですね、自動化ってこういうもんだよっていう学ぶ施設があるんですよ。電素レベルでさえこのような完全自動機は投資対効果がなかなか見込めないので一部にとどまってるわけですね。アイシンさんに言ったらほぼ自動
動化されてないと。人がめちゃめちゃトランスミッションを組み付けてるわけですね。不思議めの自工具があって人が組み立てるわけですね。搬送とか次の部品どこみたいなものを探す手間を極力考えずに人をもう組み立てだけに集中させるみたいな感じですね。自動化するにしても自作の共同ロボット、もう共同ロボットも200万だとしてもペイしないんで、100万ぐらい自分で作り上げちゃうみたいなね。すげえな伝送って思うわけですけども、こういったロボットとか、半分人が入る。だからここの部分は自動化で、ここは人がいるみたいなですね。全部自動化するとどうしてもペイしんということで、そういった工夫が必要であると。タイはですね、日本からある程度近いので、設備自動化レベルはそれなりでございますが、日本でさ、三菱電機さんとか、ヤマハ発動機とか、デンソーとかアイシンとか、そういったレベルの自動化なんて、夢のまた夢みたいな感じです。圧倒的な隔たりがありますと。やはり強い伝送です。タイ自動化の土壌を自ら作り出すと。ラッシというものですね。これはタイの艦と伝送等が作り出した研修施設になっておりまして、そもそもタイには自工具って何それみたいなレベル感から始まってるわけですから、ロボットで自動化していくみたいなものも夢のまた夢なんで、それをまず想像させないといけないわけですね。現状自工具未来の自動化をそこに模擬していると。つまりタイの製造業レベルとしては、このようなイメージをさせないと自動化ということを理解してもらえないと、そういったレベル感なんですね。高度な装置産業を自国でタイでは育成できてませんし、土壌もほぼありませんと。日本にはですね、そもそも自動化がなぜ必要かみたいなものが工場の担当者レベルで共通認識があるわけですね。そういった共通認識がないんで、その共通認識の土壌から作り出さなあかん。じゃあ作り出そうぜってやれるのがやっぱ伝送ですと。この土壌によって一般人が自動車を購入することができると。日本人はもうカムリね、タイで買うと800万なんですけど、400万で買えるわけですよ。それは自動化のノウハウが日本にあるからなんですね。生産性につながってるわけですよ。デジタルツインもやってたわけですよね。さらに、刈谷本社の伝送でもできなかった FA 装置の外販もされてるということで、デジタル化も道半ばでした。完璧とは全然思いませんと。しかしながら伝送はやはり強いということで、日本のね、トヨタグループのティア1さんよりもよっぽど先進的です。これはですね、対現行のプライドともう自力が垣間見えたと。やっぱ一番伝送がすごかったですね。生産性向上の探求は、日本強い製造業を作ってきたわけで、やっぱりこういった生産技術とか高規模に日本国民の地位が支えられていると。製造業人材は間違いなくプライドを持っていると。俺たちが日本を作ってると。自国の国民生活に寄与していると。製造業なくして日本なしということがここからも垣間見えたわけですね。さらにトヨタの強さはここにもあるということで、無駄の少ない構造で製造ラインをミニマム化していくと。例えばこのようなハウジングですね。トヨタであればモジュール構造が簡易であると。一方ですね、三菱モーターズの部品になってくると、どこの工場に行ったか言えないんですが、モジュール構造が複雑なんですね。三菱のラインの方が長大になって別のラインを準備してるみたいなこと言ってたわけですから、そのライン費用めっちゃ高くなるやんみたいな。つまりコスト増に三菱はなってるわけですね。他のメーカーさんに行ったんですが、伝送は少なからず装置自社で開発したりとかデジタルツインもやっててすごいなと思いますが、一般的なタイの日本原発法人はですね、装置は日本で作ると。古くなった装置なんかをタイに持ってきて製造をタイに持ってくるわけですね。で移管すると。つまるところ、伝送は一部そうなんですが、タイは製造がメインというようなビジネスモデルになってるわけですね。改善活動とか現地で人材を育てる自力を持つと。さらにですね、伝送のすごいところは人材研修センターなんかあってですね、そこ大学と連携してインターンシップの学生も受け入れてですね、土壌を育てると。ほぼ日本と同じようなことをやってるということで、他のサプライヤーとはやっぱ一線を画す実力値があるなと。他にもですね、IoT とか CO2、グリーン言い過ぎだと思います。もうちょっと IoT に力入れた方がいいと思うんですけども、力強く推進をしていたと。ここで聞くと日本企業めちゃめちゃ頑張ってるよねって思うかもしれないんですが、しかしですね、現在の環境変化の中では日本というですね、一大拠点、このタイにも弱みが潜んでるというふうに見ていいんじゃないかなと。日本の急所を紐解く前に、なぜじゃあ中国はですね、タイに EV を進出してきてるのか。そもそもですね、関税がゼロなわけですから、タイに別に工場を持ってこなくてもいいと思いませんかと。なんで持ってくるんですかっていう疑問があると思います。そこに対して答えを出していこうと。中国の辛抱遠慮ということで、1、ASEAN の GDP 成長は 5% になっておりまして、世界の平均よりも若干高いと。世界の平均は 3.5% 程度になっていると。2、デカップリング
を避けることが可能な地域なんですね。タイというものは非常にプンカーっていう感じで温和な方でございまして、親善なんですね。どの国にとっても。中国メーカーにも親善ですし、日本メーカーにも親善で、韓国メーカーにも親善であるということで、敵を作らないんですね。いい言い方で言えば敵を作らない。悪い言い方で言えば尖ってないと。なのでデカップリングを避けることができると。3番目、ここですよ。日本が今までこのタイという一大拠点を作り上げた製造基盤がすでに存在していると。悪く言えば経験、人材、サプライチェーンをかすめ取ることが可能でございます。そう、日本からと。4番目、サプライチェーン網がすでにあり、タイはですね、輸出も結構100万台ぐらい輸出してるわけですね。海外に打って出るには格好のチャンス、リスクヘッジになることが言えると。中国にとって革新的利益がタイに存在していると言わざるを得ないと。すでに泥臭い人材獲得合戦が始まっているんですが、日本の多くのメーカーがあんまり気にしないと。あるメーカーに行ったら、日本の人材ですよ、取られてもいいんですかとか言うとです、それはタイのためになるからいいんじゃないですかみたいな、のんきなことを言うなと。ちょっとのんきじゃないですかと。人材取られてそれまずいでしょと。例えばですよ、デンソーですよ。あんなに人を一生懸命育ててて、装置設計もできるようになってた人材をですね、引っこ抜かれるわけですよ。1.5 倍ぐらいの給料。これ僕言い過ぎかもしれないですけど、企業体験見直した方がいいかもしれないですね、デンソーもと。つまるところ、世界の EV ハブ拠点に作り変えると。それが中国メーカーの野望かもしれんと。実際わかんないですよ。天田市のオーナーですね。ビクロムさんもこういうことを言われてましたから、このままでは日本の急所になる可能性、その部分を深掘りしていくと。まず、ジャストインタイムの弊害でございますと。ジャストインタイムはですね、王の太一が編み出した世界屈指の生産システムです。それは僕もそう思ってます。素晴らしいシステムでございますと。必要な分だけ必要な時に揃えてですね、それを組み上げると。しかしながら、これはトヨタ自動車では在庫の無駄がなくなるかもしれませんが、サプライヤーはこれ違う。実は僕がお伺いしたサプライヤー、在庫が恐ろしく積み上がっておりました。おそらく数億は下りませんと。トヨタがありますと。ジャストインタイムで自動車組み立てを行うためにちょうど間に合って部材を供給すると。サプライヤーはバッファーを設けるため在庫化せざるを得なくなりますと。こんな感じで、トランスミッション内装品シートですね。ハーネスタイヤいろいろありますと。過剰な在庫は TPS 上で作りすぎの無駄と定義しておるわけですね。これ大野太一が書いている神の本ですね。ザ・ゴールの元になって TPS でこのように定義してるわけですから。上流側の OEM は言ってるわけですけど、サプライヤー側にはめちゃくちゃ在庫めちゃくちゃ溜まっとると。サプライヤーには間接的に強いている状況になっていると。電素のように自動化や IoT で素晴らしい現場改善をして現場の生産性を上げる、めちゃめちゃ上げるって言ってるところで、物が出荷されるまでですね、バッファーがめっちゃあるわけですから、出荷までをスループットと考えるとですね、全然最適な製造になっておりません。むしろ現場をこの在庫が圧迫してると。しかもですよ、今 EV が来たとか、トヨタなんか車種めっちゃ多いわけですから、ROI ですよ。どのくらいの期間で設備投資してそれを回収するかっていう期間のことを言うわけですけども、ROI がめちゃくちゃ短くなってきてるわけですよ。在庫が負担増になってるぞっていうことがもうひしひしわかると。上流側で最適な構造にした方が効果は上がりそうですね。製品設計は本社が全て受け持ってるわけですね。タイはですね、単なる製造だけを請け負う出先機関になり下がっておると。ただ、デンソーはプライドがあるんであそこまでやってるわけですね。実際これ聞きました。過去に何度も設計をタイに移管すべきか日本で議論があったようだが、実現しておりません。なぜかというと、過去日本の OEM が失敗してるんですね。そうなんです。技術の日産で、日産はこういう先進的なことをやるわけです。北米でこれ実行したところ、北米ですり合わせを行ったですね、自動車が大失敗に陥っておると。最悪みたいな、ワーストトップ10に入るような車種になってしまったと。OEM のトラウマでしょうね、これはね。もう米国でうまくいかなかったんだから、タイでうまくいくわけねえだろうと。しかしながら、製品改定が過去よりは容易になってるはずなんですね。CAD ベースでできるわけですから、こういうアプリよりみたいな CAD ベースで原価がわかるソフトも出現しておりまして、知ってますか？トヨタヨーロッパこれ入れてるんですよ。日本はどうなのっていう感じですね。日本のトヨタは僕知りませんから。もちろんですね、日本で全て完結すればいいという議論も聞かれましたが、製品設計が現場と近ければ、こういう風に製品を設計すれば、こういう風に現場に与える影響度を現地現認できるはずなんですね。BYD と中国メーカーが設計製造までをまるっとタイに持ってきたらどうですか？しかも中国系の自動車会社っていうのは製品ライフサイクルっていうかもう開発の企画から製造までのサイクルがめちゃくちゃ短くなってきてるわけですよ。これを現場で高速回転されたら日本もやばいんじゃないのと。中国は企画ラインオフまでのサイクルが劇的に短くなってるはずでございます。
ざいます。日本の既存メーカーは戦っていけるのでしょうか。しかも今、2014年で BYD が EV メーカー出すぞって言われてるわけですよ。その時に2、3年後に出したらもう2027年頃には一巡した原発が改定されたような EV がさらに作られるわけですね。これは恐ろしいぞと。30年前からやり方が変わってない日本でございますと。日本の強みは現場にあるわけですね。これが今、諸刃の剣になってると。その可能性があると。製造が難しそうな構造で設計したとしましょうと。それでも日本の生産現場っていうのは伝送を見てもですね、めちゃくちゃ優秀なんですよ。生産技術者とか高規模が強くてですね、なんとかしてしまうと。要するに、現場が強かったがゆえに上流を変えなくてもよかった。EV が来る前までは、それで戦えてて、利益をタイっていうのは一番上げてたわけですよ。しかし中国の出現で、果たしてどうなるんでしょうかと。中国系 EV によってタイが奪取されれば、日本の製造業にとって致命傷になりかねんと。もう皆さんお気づきでしょうと。タイの拠点がありますと、ここからサプライチェーンも作ってるわけですね。輸出もものすごくしてると、半分以上輸出してるわけですよ。海外への輸出だけではなくて、部品の一大拠点になっております。タイを既存すれば自動車のサプライチェーンが半壊しますし、実際トヨタのサプライチェーンは国をまたいで、さらに国ごとで作る品目がある程度決まってるわけですね。タイを失ったらやばいと。BYD の24年販売目標は15万台でございました。25年にはピックアップが投入され、25年のタイの EV 販売の22万5千台近くですよね。そこを全部 BYD にしていこうという目標と合致すると、おそらく25万台以上タイで売る気でいるんじゃないかなと僕は思いますと。日本勢はタイ市場の 20% 以上のシェアを食われることが現実味を帯び始めていると。もちろん、タイの EV 環境から、さっきのアンケートからですね、35年までに EV100% 無理だわと。そんな導入されないと言っても、ある程度はシェア食われそうですよね。そうなったらまずいと。もし 20% の自動車販売を失ったら、こういったタイの工場の利益率がめちゃくちゃガクンと下がらざるを得ないわけですね。とすると、このサプライチェーンの既存につながっていくと。タイ市場をいかにして支持するか。タイは大丈夫という思いが現地人にあると。商工会議所の人とも話し合ったわけですね。ある担当者はこのように言われてました。半導体の復権も日本政府が半導体めちゃめちゃご利用ししてまして、もうセミコンアンバサダーのね、僕としてもですね、ものすごく嬉しいんですけども、足元の産業基盤はさらに重要と。我々日本人はなんで飯を食ってるのか。そうです。自動車です。タイを失ったら日本の自動車のサプライチェーンが終わりますので、日本の食いぶちがやられてしまうと。今回の法体では、その基盤を揺るがすシグナルが発せられてたと。そう思えてなりません。既存のまま日本メーカーがやり方を変えずに、タイ市場に依存するっていうことになると、このような悪いジレンマから抜け出せないんじゃないかと。それを言語化してきました。まず、生産のみを実行してるわけですね、タイというものは。単なる出先機関でございますと。だって設計してないもん。製造だけお前やれと。複雑なもんでも作れと。そして、短くなる製品ライフサイクルということで、開発がめちゃめちゃ活況になってますから、ライフサイクルが短くなってるわけですね。それでも何とかしてしまう現場力と。しかし、バリューチェーンの変更が不可能ということで、権限は現場改善だけ。行き過ぎた改善をやっとるわけですね。在庫品がめちゃくちゃ溜まってるわけですね。設計はこっち持ってこないわ。トヨタはそのままやるわ。で、しかしならジャストインタイムお前ら絶対守れよ。みたいなこと言われるわけですよ。過剰在庫に陥ってる。増える車種、キャッシュフロー悪化と。それでも利益上げろよとかいう無理難題を言われてるわけですよ。タイっていうものはね。そして生産のみを実行するから、そのジレンマから抜け出せませんと。負荷だけ爆増すると。だから、タイの原稿の方は頑張っても報われんと。さらにですよ、日本の原稿の方々は参勤交代なんですね。3年ぐらいで本社にとんぼ返りしてしまう。情報断絶ですよ。ほぼ中華系の企業にもオムロンしかり SMC しかり取りに行かないわけですから、よく情報がわからんと。日本人は日本人同士でビジネスする、そしてゴルフ行く、ナナプラザ行くっていうことになってますから、刈谷とか元町はこの状況をですね、本当に理解してるんですか？単なる出先機関じゃなくて、ここを守らないといけないわけですね。何としてでも守らんといかんと。楽園タイでさえ失えば、日本というですね、自動車産業はやばいと。もう2024年からラインオフでもうサンプル車1台で15万台販売していくっていう BYD がいるわけですから、やばいと。切迫感の醸成がかなり必要になってるんじゃないかなと僕は思いますが、日本の方々、皆さんどう思いますかと。どうですか？賛成ですか？反対ですか？それとも今のままの方がいいんだバカ野郎太郎ということであれば、それでもコメントいただきたいと思います。日本人は日本人としかビジネスをしないため情報を断絶されていると。中国系に情報を取りに行かないと。ああいう風な展示会の分析してたのはミスミでございますが、あんなことしないでしょみんなね。メーカーしかり部品メーカーしかり、そういったエコシステムなんですね。情報入ってこないと。
もう一つ危惧してるのは、タイの方々ですね。酒井ちゃんがタイにゆえんがあるというか、酒井曰くですね、日本人よりものすごくミーハーなんですね。新しいものが好きであると。前回もお伝えしたが EV に流れる可能性があると。これ現地調査してればいいんですよ。トヨタの人が。もしかしたら修理ができないとのボトルネックで5年後日本車に回帰するかもしれんと。その可能性ももちろんありますと。現地メーカー担当者にはどこか余裕がありました。もう無理でしょうみたいなね。しかし、その可能性のみにかけると。日本メーカーどうせ大丈夫だ。もうどうせ EV から日本車に戻ってくるだろうというふうに思って、そこの一点のみにベットするっていうのはどうですか？一度奪われたシェア取り返すのが大変ですよ。ある担当者はこう言った。EV の動態を教えてください。そのために僕、タイに来たんです。そしたらこのような発言がありました。トヨタ自動車のマルチパスウェイですから。全方位戦略と。しかしながらですよ。選択枠がないわけですよ。マルチパスウェイとか言っときながらですね、タイにいるのに、タイの販売で日本の EV 車1個もないんだけど、みたいな。マルチパスウェイなのに、ハイブリッドとガソリン車しかないんだけど、みたいな。みたいな。マルチパスウェイなのに、その選択枠がそもそも顧客にないと。マルチパスウェイでお前何言っとんねんという感じで言われましたから。むしろ僕から言わせればですね、ASEAN とか統括してる代表の方が言ったわけですよ。名古屋弁で言わさせてもらいますわと。あんたさんってもうタイにおるんだがやつって。おみやさんタイにいるのにそんな切迫感なくって大丈夫って思いますよね。危機感を伝えられるのはサプライヤー現地にいるあなたじゃないですかと。いいですよ。こういうように日本人に回帰するっていうデータが出てればいいんですけど、切る札がねえと。スカッ、スカッ、EV ないみたいな。政治と深く絡み合ってる産業で、マルチパスウェイが正しいかもしれんとも、僕トヨタも応援してますからね。カリフォルニアの頼りということで EV が 20%、30% になってきたら全然電力事情に合ってないとかいう話もあってですね、ジレンマが発生してるみたいな現実もぶち当たるかもしれんと。そういった正論が出てくるの数年後かもしれませんが、今ですよね。今このシェアを奪われていいのかと。正論は時に通じないということが自動車産業というものは言えるんじゃないかなと思いますと。結論としてサプライヤーも仕方ないですわ。トヨタです。トヨタの判断が大部分を担うわけですね。現地調査も終えて、大丈夫、もう EV に行かんと。もう調査しましたということであれば大丈夫ですと。しかし、利益がもうめちゃくちゃ今出てるわけですね。状況変化に気がついていないと。そういった現状ならこれやばいと思います。俺もう分かってるから。タイとかも全然 EV 流行らん、もう太郎間違っとるというトヨタの企画さんがもうめちゃくちゃ調べてそうなら大丈夫ですけど、タイというところはですね、一大拠点なんですね。ここを失ってやばいわけですと。政治も絡みにも太郎先生もね、即動いてましたね。タイと日本政府をつなぐ、今字幕ついてると思いますけど、そういった活動もしてましたから、自動車メーカーの担当者の方々どのように思いますでしょうかということで、太郎先生ですね、いろんな対談を終えるとすぐいろんなところに連絡してですね、誰かに相談しないといけないとかそういうこと言われてましたから、日本のために動いていただける先生だと思いますと。太郎先生にもね、現地視察させていただいたということでお礼もお伝えしたいと。ということで、タイの EV トレンドですね、現地視察で見えてきた現状、第2回日本の試練でございます。以上でございます。お疲れ様でございましたと。皆さんいかがでしたでしょうか。前回もそうだったかもしれませんが BYD の接触一部試みていますね。24年3月以降に BYD の工場ができてラインホースされる頃ですよ。もう一回タイに行ってですね、どうなっとんねんと再度訪問して見ていきたいと思いますと。これ自費で行ってるんで、ぜひスポンサードとか仕事ください。従業員も一緒に行くんで、数十万軽く飛んでいくわけですね。非常に社長として厳しいところもありますので、ぜひそういった意味でも応援をしていただきたいということで、スポンサーもね、募集しているということで、このように製造業動態ですね、現地に行ったりとかですね、ドイツとか台湾にも行ってですね、お届けしてると。製造業人材、もちろん製造業好きな方、ぜひチャンネル登録いただいて応援をいただきたいと。EV だけではなくて工作機械、半導体等々ですね、製造業に関連する動画をいつもピックアップしております。そして一つでも刺激になればいいねマークを押していただければ幸いでございますと。最後になりますが、次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。パナソニックエナジーさんのスポンサー動画になっております。パナソニックエナジーといえば、今注目の二次電池でございます。二次電池はもう作っても足りないと。この二次電池っていうのはネット探してもらえればいいんですけど、非常に発火事故が多いんですが、今までパナソニックエナジーはリコール品が全くゼロなんですね。なので品質に秀でてるわけでございまして、品質管理の関連業務に従事された方があるエンジニアをですね、大募集してると。強いて言えば、車載関連の品質管理されてる方は歓迎するということでございますので、興味があればぜひ概要欄からチェックいただいて、応募ください。いってらっしゃい。
次回はですね、半導体化になっております。AI の半導体が沸騰してるとかあるんですけども、その AI の半導体の動向を終えるということで、パッケージの多東和さんの動画になると思うんですね。めちゃくちゃ重たいサンプルも届いておりまして、こんな感じ。すごいでしょ？これパッケージングされてんの。樹脂で。超重たい。サンプルこれ10個ぐらいあるの。東和さん気合入りまくってから。ということで、今せっせとね、パワポ作っておりますから、半導体業界で働いてる方もね、お待ちいただければと思います。ということで、次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。疲れた。またタイ行ってきます。今日の千葉ちゃんの一言。タイの現状第2回ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。全部で3つの動画を上げさせていただきました。他の動画見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそこからもご覧になってみてください。では次の動画でお会いしましょう。またね。